今回徹底解説するのはトラックレーサーのニューコックピットですね。これいや僕聞いただけでちょっと最新商品プレゼントしてるとこって、まずないから。これ今まで多分皆さん自作してたと思うんですよね。これメーカーがね作ってきちゃうっていうのがすごい。セミバケもトラックレーサーあるんですよ。やっぱ自分が乗ってた位置っていうのが一番意味があると思うんですよね。購入方法が結構ねめちゃめちゃいい風に変わります。危ねえでもシビアなコントロールやっていますね。どうもガヤファクトリートルト桃です。今回徹底解説するのはトラックレーサーのニューコックピットですね。これ新作ですね。はい、TR120 アルミニウムレーシングコックピットということで、アルミフレームのコックピットになります。いやー最近定着化してきましたね、アルミフレームコックピットって。デザインともかくとして、一番機能性に優れてるって思ってるんで、はい確かに、一般の方は多分一番触りやすいというか使いやすいんじゃないかなと思いますね、このスタイルが。アルミフレームってことは結構ね角張ってたりしたんですよ。今も角張ってるんですけど、 TR120 っていうのは結構ね面白いところがあって、ここですよね。ここ湾曲してるこのブラケット、これね前までね1本だったんですけど、これ面白いなと思うんですよね。アルミフレームなのにこう湾曲を出してきたっていう、めちゃめちゃかっこいいんですよこれ。さらにはですね、トラックレーサーおなじみのこの赤いモール、なんかメーカーのコックピットだなというか、いいよね、はい、雰囲気出るよね。そう雰囲気出ますよね、僕も自宅用に設置してるやつはね、いろんなとこに入れてる。全体的に黒い印象、黒赤なんですけどマットブラックなんですよね。艶がないブラックなんで、指紋とかあと汚れ結構ね目立たないような感じになってます。あとラインのカラーじゃないんですけど、これ新しいブラケットね、赤いブラケットになってて、結構ねカラーもね散りばめて、そういう印象が新しくなってきたというところなんですが、そういえばなんかクリスマスプレゼントの企画あるって聞いたんですよ。します。今回から、2回、レビュー動画、年内にねあともう1回レビュー動画するんで、これと合わせてね、でそれで2回開催するんですけど、今回ねちょっとデイリーさんに相談したんですよ。うちほら売るもんないから、そもそもで、なんかないですか、うちで買わしてくださいって相談したら、よかったら提供しますよと。しかもそのレビューで出した商品でどうですかみたいな。いいんですかね。それレビューで出した商品。そう今回120ね、トラックレーサーの120だけど、それ提供してくれるのって言ったらはいと。そう何これですか。そう、もちろんあれだよ、これの新品ねちょっと待って、これ最新商品ですよこれ。そうだから、俺もね何回もね聞き直したんだけど、いや本当にいつも応援してくれてる視聴者に向けてだったらそれぐらいして当然じゃないですかっていうことでちょっとねデイリーショップさんね頭おかしい。いや僕聞いただけでちょっと最新商品プレゼントしてるとこってまずないから。そう、しかもこれ本国でも出たばっかだからちょっと大丈夫ですかデイリーさんだからいいんじゃねでもね、これプレゼント企画ってことはもう相当のことですよ皆さん。そう、お一人様に。で詳しいのは、動画の後半で、説明しますんで、次回もとんでもない商品次回もやっちゃうんだ。やっちゃいますから、年内に2回、クリスマスプレゼントということでわかりました。大奮発。ちょっと、皆さんがプレゼントに応募したくなるようなコックピットですんで、ちょっとね詳細にじゃあ紹介していきましょう。まずですね、ハンコンコックピットって必要なのって結構聞かれるんですよ。これね、ステアリング、テーブルにつけてる方とかもねいらっしゃいますわ。テーブルにつけると、どうしてもこれダイレクトドライブで20キロの4スピードバックっていうのがこっちに出力されてくるんですけど、テーブルにつけちゃうとずれるんですよ、取れるんですよじゃなくて、テーブルごと動くから。そう動いていくよね。もうそんだけ強いハンコになってきてるということもあるし、
ドライビングポジションって結構ね、皆さんね、いやそんなん関係ないでしょっていうのもあるけど、かなり重要なんですよね。ぶっちゃけ、そういうなんていうんだろう、テーブルでやるってなると、足がこう90度になってこの辺で踏むんかな、こんな感じで。これだとやっぱりね、実車感ってね、そんな出ないんですよね。お腹のところにステアリングがあってみたいな。全然ね、ゲームプレイも変わります。僕なんかはこう本当顔の上にハンドルがないと、やっぱその当時のね、この動きとかっていうのができないんですよ、ね。シートもね、こんなねフルバチ必要なのってなるんですけど、ハンドルってこうやって押しながら切る人いるじゃないですか。ああ、こうやってね、そう、わかる？それ俺。ああ、そうそうそう、前豊さんが言ってたけど、そこって押しながらってことは肩がシートについてるんですよね。そう、ついてる。ああ、こういう風に、ね、ってことは実際に乗ってたシートの形状で運転しないとやっぱ本物っぽくないっていう人だっているんですよね。ああ、うん、そうだね。そういうところ、サイドブレーキだったりシフターだったりペダルだったりっていうのが全部その実車と同じ場所にある。20キロっていう強い FFB、セルフステアがガンってきてもがっつりやりやすい姿勢でプレイできるっていうのが本当に必要性なんですよ。そう、ブレーキもそうだよね。やっぱりちゃんと固定して、ちゃんとした位置で踏まないと、ブレーキ操作ってね、ちゃんとできないし、ブレーキコントロールってぶっちゃけステアリングよりすごいシビアじゃん。はいはいはい。だからすごいね、ポジションはね、すごい重要だと思うね。重要ですよね、そこら辺が、ハンコンコックピットの必要性っていうところです。さて、ということでトラックレーサー TR120 はアルミフレームってことでかなりの剛性があります。こんなもう全然揺れないと。それはそうですけどね、接合部っていうのがかなりがっちり止まってるんで、もう全体的に見て、アルミフレームを使ったコックピットっていうのは剛性がすごく高いです。剛性が高いって何かっていうと、例えばハンドルの位置がこうグラグラしなかったり、ペダルがこう歪まなかったりとか、サイドシフターが揺れなかったりというところなんですが、アルミフレーム自体モーション筐体、動くやつですね、動く筐体にも、接続されるっていうような、もうお墨付きのフレームのコックピットとなっております。後で走行テストしながらインプレッションいたしますので、その時にもちょっと見ていただけたらなと。ポジション調整っていうのがもう無限大なんですよ。このレールにブラケットっていうのが取り付けされているので、ハンドルの高さを変えたいという時はこれをずーってね、下に下ろせばどこまででも下げられちゃう。上げる分にはここまでですけど、また他にブラケットがあるんで、これを、横止めじゃなくて下止めするタイプにするともう若干上がったりするんですけど、そういう高さ調整っていうのと、こう下行ってもらうとここからね、ステアリングが立ち上がってます。ここを前後に調整することで、ハンドルのオフセット量ですねも調整することができると。よくディープコーン取り付けるとすごい近くになっちゃったとかっていう人いると思うんですけど、それもこれを離すことによって適正な位置に自分のねドライビングポジションに持ってこれるということです。ペダルなんかももう全てそうですね、高さ、前後位置、新しくなったペダルブラケットは角度、古いやつでも角度は変えられるんですが、こういう風にね見てもらうと分かるんですけど、こんな感じで長穴になってるんですよ。だからそれをずらして固定、ずらして固定みたいな感じで、もう無限大に調整できるんですよね。レバーがすごい調子よくて、緩める時とか、例えば上で当たっちゃうって時にこういう風に引っ張るとこれフリーになるんで、フリーにしてからまた緩めるみたいな感じもできるんですよね。今までコックピットって、どちらかというとレース向け、GT カーとか、フォーミュラカーとかですかねっていうポジションの位置が多かったんですけど、もうなんか国産のチューニングカーのローポジっていう感じにセットできるんですよ。これ僕一番好きなポジションで、鼻の高さぐらいまであるんですよね。鼻の高さがハンドルの頂上みたいな、顔の目の前にないと、その実車に乗ってた時の感覚っていうのが出なかったんで、やっぱねこういうところ、自分の好みに再現できるっていうのがアルミフレームの長所なんじゃないかなって。フルバケットシートついてるんですが、ブラケットっていうのもちょっと今隠れちゃってるんですけど、シートベルトつけてるんで、ちょっと画像で出しますけど、この5つと3つの穴を使って高さ調整、角度調整っていうのができるんで、国内のストリートのローポジ風な車両って言いましたけど、ペダルのオプションパーツとか、あとはそのシートのブラケット、あとハンドルの位置でフォーミュラポジションにももちろんできます。シートの高さ調整っていうのはちょっと少ないですけど、
今さっき言ったステアリングだったりペダルだったりの高さや、位置、前後調整、シートを基準にしてこっちを移動してくるっていう。あとはこれですよ。もうね、やっぱりストリートって言ったら H パターンシフトっていうのもそうだし、ドリフトって言ったらもうこれサイドブレーキね、FF とかも使いますけど、僕らのシミュレーションの中では一番重要なんですが、位置っていうのが結構ね今まで出なかったりしてたんですよね。アルミフレームっていうのは、またねここに見えますけど、これレール、このレールで前後位置っていうのはともかくこっちのレールを使ったり、あとはオプションパーツを使ったりなんですけど、それでもういくらでもねどこにでも、このサイドブレーキだったら例えば縦にもできるし、僕乗ってた車は18013系のシルビアだったんですけど、大体ねローボジにするとフルバケのサイドサポートからちょっと上にサイドブレーキ、ここら辺と、でそっからちょっと奥に伸ばしたところにシフター、この位置関係がしかも横引きでできるってなると、アルミフレームじゃないとだから難しかったりするんですよ。コックピット全体の合成や本当に自由なポジショニング、ドライビングポジションの調整っていうのができるんですけど、でトラックレーサーのアルミフレームコックピットっていうのは今のところ3種類あります。 TR120 っていうのは新しく出たちょうどね中間地点のような存在のコックピットなんです。説明すると最上級の TR160 っていうやつとこの TR120 ってやつと、次に TR80 っていうモデルがあります。 TR160 との違いっていうのは、このベースフレームっていうのが TR164 段なんですよ。4段ってことは、ここの接合面積が違うんですよね。なんで合成が高いんです。4段ってことはペダルの高さっていうのも1段分変更できたりするんですよ。それが全てをサポートしてるんですよね。ペダルだったり、シフターだったりシートもサポートしてる。そこの全てのベースが4段なので全体的に合成がいいです。160の方が付けられないオプションパーツとか、付けられるオプションパーツがあるのっていうと、160と120に対しては本当にそんな変わらないんです。ほとんどのオプションパーツが同様に付けられる。次は TR80 ですね。この120より下位のモデル、ちょっと画像出しますけど、ベースっていうのがまず2段なんですよね。でこの立ち上がるこのフレームも2段になってます。合成は120よりは少なくなるということです。であとは、ペダルユニット自体がちょっと違って80の方がベースがちょっとね短いんですよ。それに対してペダルのフレームをちょっと前に出してるって形で、ちょっとねそこら辺が全く違うんで、TR160、120のオプションパーツが、例えば TR80 につかなかったりするんで、ものを見てちょっと判断しないといけないんですが、走行するジャンル、例えばねフォーミュラだったりドリフトだったり、GT グリップだったりっていうジャンルで違いは出てくると思うんですが、あとはハンコンですね。使用するハンコン、エントリーモデルなのか20キロが出力されるダイレクトドライブなのかっていうところもまたちょっとそこら辺でコックピットフレームの違いが出てくるかなっていうところですね。そしてトラックレーサーのアルミフレームなんですけど、かなりねオプションパーツが選べます。そんなトラックレーサー製品を、日本国内で販売されているのがデイリーショップさんって言いまして、レースゲーム、シミュレーター、ゲーミング関係の商品をすごい多く取り扱っているショップなんですよ。今回この TR120 もいろいろ試してみてください、テストしてみてくださいということで提供していただいたんですが、ニューモデルということで購入方法が結構ねめちゃめちゃいい風に変わります。今までオプションパーツだったステアリングブラケット、基本的なものがついてきて自分の好みに合わせて、追加で購入するっていうのがあったり、ペダルブラケットもそうですね、自分の好みのものがあったら追加で購入する。であとはシートが何種類かあってってことなんですが、それが全部ね選択してから買えるようになるんですよ。追加じゃないです。追加でオプションパーツを買うんじゃなくて、そのオプションパーツで買えるものが最初からセットでコックピットとして購入できると。ちょっとね説明していきましょう。簡単に言うと、下のベースのフレームっていうのが TR160 っていうのと、これ TR120 っていうのと TR80 っていう3つのベースからまず選んで、ステアリングブラケットっていうのもその数種類の中から、選択して選ぶことができます。ファナテックのダイレクトドライブ用の、ステアリングブラケット、これね角度調整もできるんですよ。ここのまず角度にボルトがあるんですけど、このボルトを入れましてこういう角度調整で、さらにはここで角度調整が
できると。前後の調整はまあ、2、3センチぐらいですかね、できます。ここにスペーサーが2枚入った状態。ファナテックのブラケットを選択すると、これ CSLDD 用のブラケットもついてきます。CSLDD を挟んでここに挟めるってことですね。スタイリッシュなブラケットで、ハンコンを挟んで固定するんで、下に台座がない状態のブラケットになります。ここがねアルミフレームなんで、ここにね何かね取り付けるとかね、そういうこともできる。これがシムキューブシマジックの、フロントで4点止めるタイプのブラケットになります。これも宙吊りになる形でかなりスタイリッシュですね。もちろん角度調整できます。でこれが汎用の下止めができるブラケットです。例えばロジクールとロジテック、これも下止めできますね。あとはスラストマスター、これも下で2本止めですね。一個一個ね紹介してるとかなり時間かかっちゃうぐらい取り付けられる機器あります。なのでちょっと書いていきます。ファナテック、シマジックと、そこら辺全て、下止めできるという穴が開いてます。結構な数ね穴開いてるんですよ。でもちろん角度調整できます。最後にこのブラケット、このブラケットも選択できるんですよ。これと入れ替えてここにボルトで設置するタイプなんですが、でこれがなんか一番安いブラケットらしいんですよ。汎用のブラケットについてる穴と一緒です。これ結構ね分厚いんでね、1ミリぐらいですかね。これ曲がらないですね。ファナテックにレベルアップ、シマジックにレベルアップするっていう時にこれをですねこういう風に取り付けて、今さっき説明した前面のブラケットだったり、しかも角度調整ができるようになるっていうことですね。こっちでもね一応角度調整はできるんで、この角度にならないっていうのはなさそう。ペダルブラケットも数種類から選べます。結構変わってます。形もね全然違うんですけど、すごいスタイリッシュになってフレームに固定するっていう形です。でこれ新しくなったっていうのはこれですよ。アルミフレームに直付けするタイプの、ペダルも使用できるようになったと。横が長穴になってて、ここのサイズが変えられたりとか、かかとを置くプレートも、たくさんの場所に移動できます。これの、今さっきの横のフレームにこれも付けられるようになるんですよ。これはもともと前から使用されてるペダルプレートなんですが、結構なメーカーのペダルユニットがボルトオンで取り付けられる、穴が開いてます。これはここに付けられるんで、高さ調整、前後全て変えられます。これですよ。もうこれやばいっしょ。インバートペダルブラケットですね。インバートってことは反転っていうことなんですけど、見てくださいよ。これ TLCMスラストマスターの初のロードセル、ブレーキ部分に組み込まれたものなんですけど、これ今反転してますよね。ペダルも今反転させたんですよ。これ見てください。これ吊り下げになっちゃうんですよね、反転すると。このブラケットっていうのがこれも選択できます。これ今まで多分皆さん自作してたと思うんですよね。これメーカーがね作ってきちゃうっていうのがすごいところ。いやー、しかもめちゃめちゃ頑丈ですよ。で今こんな感じでペダルが反転してついてるんですけど、これを反転させるとペダルが上に来ますよね。でそれをこのブラケットごとぐるっと反転させるとペダルがこういう風につくんですよね。ってことは足を伸ばしてこれフォーミュラポジション、このブラケット対応してるんですよね。ここにねビス止まってるんですよね。長穴のレールになってるんです。前後高さと角度っていうのもちろんのこと、ペダルプレート、これがかかと乗せてこんな感じで入力するんですけど、これの高さも変えられるんで、これ一番高いオフセットなんですけどね、素晴らしい。で先ほどのペダルブラケットの中から選んでもらってカスタマイズすると。あとはシートですよ。今ついてるのがオプションパーツのねシートベルトもついてますけど、これが GT スタイルのフルバケットシートです。硬さはね結構ねしっかりして硬め、ぐわっと柔らかい感じではない、かなり反発がある感じです。生地はメッシュです。これ通気性がいいメッシュなんで肌触りもねベトベトしてない、サラサラして、擦れるところにこういったところにこれアルカンターラ使われてるんですよ。これロゴ、これね一つ一つね刺繍なんすよね。これサイドにもついてますね。これが、向こうのサイドにもついてるんですが、後ろにもねこのトラックレーサーついてるんで、佇まいはいいですよね。でこのラリーシートはここのサポートがついてないモデルで、ここもね深くない状態。 GT の方は結構深いんですよね。ラリーシートの方は
上側がレザーになってて、他にもアルカンターラとか使われてるところあるんですが、でトラックレーサーのシートは結構ね大きめです。海外製品っていうのもあるんで、実車じゃないんで、体をね固定するっていうよりは、楽に使用ができるシートじゃないかなと思いますね。その他にはこれセミバケもトラックレーサーあるんですよ。で今回うちに来たのはこの2色なんですが、もう1色これですね、ブラックっていうのもあります。黒赤はですね、ここ、荷重がかかるところですよね。ここはアルカンターラになってるんですよね。後ろはそのまま、レザーになってます。でまたこれですよ、ロゴがね全部刺繍です。高級感で、座り心地至って硬くもない柔らかくもない、もうそんな感触しか言えないんですけど、僕が乗ってきたいろんなメーカーの、セミバケと変わらないような硬さですね。セミバケなんでリクライニング機能ついてます。こんな感じでリクライニングすると、当然朝まで走って、コンビニで朝寝ますよね。それができるっていうことですね。かなり硬いバネが入ってて、自力で自力で起き上がってきます。すごい勢いで。あとはこれがレッドレザーですね。で文字が黒と、なかなかいい。で、刺繍でこっちにも、ロゴが入ってます。で裏面とこの側面っていうのがカーボン柄になってるんですよ。なんともクールな、後ろからの佇まいもすごくいい。であとブラックですね。ブラックはダイヤカットのような、クッションになってて、そこら辺が違いかなって感じです。主にレザーのセミバケになるかなっていうところですね。でこれがセミバケットを装着しました。セミバケレールっていうのがこれで、5段階の角度調整っていうのができますね。座面の膝側をもうちょっと角度を上げられる形に、でそのままこういう感じでフォーミュラポジションだったりとか、ペダルの高さ的にはハイマウントみたいな形になりますね。それに合った、ペダルの高さ作りっていうのが必要になるかなっていう形です。でさらにですね、オプションパーツを追加で取り付けることができます。このビッグシフタープレートもオプションパーツなんですが、アルミフレームの横につけて、サポートも一応入ってるんで、今ファナテックのシフターがついてるんですけど、ちょっと残念ながら穴がね開いてないんですよ。こういう長穴の穴がこれねずーっとこっちまで開いてるところがあるんで、片側その長穴に通してビスを、で片側は自分で開けると、そういう形を取った方がいいと思います。そんな感じで、配置しました。こんな感じのオプションパーツ、こんな感じっつってもちょっといろいろついてるんですけど、これがもともとついてるシフターのパーツなんですよね。もともとはここのフレーム、このフレームが、これだとしたらこういう風にシフターのマウントがつきます。でこれファナテック開いてるんで、ここにもファナテックつけられるんですが、例えばこういう風にシフターを設置した時にサイドブレーキを、松田車みたいなロードスターとかサイドブレーキこっちっすよね。サイドブレーキを外側につける人、こちら側にサイドブレーキを固定する台をこういう感じでですね横にくっつけて、これもオプションです。サイドブレーキ台っていうオプションがあるんで、短いこのフレーム、これもオプションです。これ購入することによってシフターのレールにこれを立たせることによって、例えばここにサイドブレーキつきますよね。縦置きですね。縦置きのサイドブレーキがつくようになると。アルミフレームにつかない、サイドブレーキであっても、これを例えばこれを反転させてこういう風にねシフター台を取り付ければ、ここにサイドブレーキで前後移動できるようになるんで、まずこれで自分のシフターを試してみてっていう形ですね。ボタンボックスの取り付け台なんかもありますね。自作ですけど、こんな感じでねボタンボックスが取り付けられると。これがマウス台です。画面があって、ここでマウス操作すると。キーボード台もちょっと別動画になるんですけど、こういった感じでねハンドルのねこう下にね自分の膝のね真上にねキーボードが来るような、かなりこれ非常に使いやすいと。これがタブレットですね。ボタンボックスも使えるし、タブレットもこちらにねこう超ネジで固定するタイプです。挟み込んで固定するタイプ。さらには PC 台があるんですよ。これかなり大きくてフルサイズのゲーミング PC もここ置けるんで、スペース的にもね左右のスペースが確保できると。これねアルミフレームに直付けできるんでかなり頑丈ですね。であとはこれですよ、キャスター。
これ結構選ばれてる方非常に多いって聞きます。やっぱ移動できる方がいいんですかね。結構重たいんで100キロ超えるんじゃないかな。でキャスターはこれブレーキついててもう動かなくなるんですよ。でロックを解除してあげると、そうすると動き始めるんで、ロックは4箇所ついてるんで4箇所で固定すればもう完全に動かなくなりますね。トラックレーサーはマットもあります。床の傷付け防止だったり見た目もかなりいいんですよ。これが前からある赤いラインが入った、マットですね。後ろもこれ滑り止め仕様になってて後ろを滑らないようになってます。これが新しいマット、こちらも滑り止め加工されていてちょっとね色が違います。光ります光るマットですね。最近のゲーミングで結構多い RGB-LED がついてていろんな色を調整できます。3モニターが設置できるモニター台っていうのもあります。160のレビューの時もちょっと紹介したんですけど、アングルのところが若干角度変更できたりとか、あとは高さですよねっていうのが変更できると。あとはですねドリンクホルダー、これですねだったり、あとはヘッドホンのフックもフレームに付けられたりします。ただトラックレーサーはすごいユーザーの意見を取り入れて、新しい製品すごいいっぱい出してくれるんですけど、いろんなモデルだったりオプションパーツっていうのが、モデルチェンジしてます。追加のオプションパーツっていうのも、登場したりしてます。最新の情報ですねっていうのはデイリーショップさんの公式オンラインショップアクセスしてトラックレーサーの販売ページ見てもらって仕様変更見てもらったり、あとはデイリーさんに直接お問い合わせということで最新の仕様っていうのをちょっと聞いてみてください。価格なんかも問い合わせたりちょっとページ見てみてください。じゃあそろそろ走行テストということで、そうっすね、ドリフトからちょっと行ってみましょうかね。はい。これトラックレーサーシートベルトあるんですよ。おお、シートベルトちょっと締めてやってみようかなと。これね俺初です。袋をギューッと、おおいい練習になりそうじゃね。そっか、体そんな動かねえのか。実写4点閉めるとエアコンとか操作できないんで。そうだよね。じゃあ登り行ってみますか。お願いします。やっぱ投げる感じとかこのセルフの手の回し方、やっぱ当時そのまんまの、位置なんで、操作しやすいっすね。やっぱ自分が乗ってた位置っていうのが一番意味があると思うんですよ。で今回テストしてるのって DD2 だよね、ダイレクトドライブの。そうですね。以前紹介した160と比べて、若干軽量モデルになってるじゃない。この揺れっていうのねどうなんだろう。120をずっと乗り続けてきた人が、160になったら分かるのかな。違いが、そのレベルなんですよね。なるほど。ただ TR80 だとこれ2本になっちゃうんで、そうだよね。 TR80 だと変わってくるかなというところ操作する位置が実写すぎてなんか対抗見ちゃうわ結構サイド引いちゃう操作考えると縦引きだけど、やっぱり実写の思い出をこうねわかる思い出に浸るんだったらこっちだわ絶対操作性悪いけど横引きの方がさぽいよね。うちがさプロドライバーの方々から連絡来た時って、だいたい TR160 進めてるじゃん。何があるか分かんないじゃん、もうマックスハンコンでも対応できるということで進めてるけど、一般ユーザーの中でもハイエンドでも全然もう TR120 でも耐えれるぐらいな感じなのかな。いや全然耐えれますよ。それ分かると、この辺がちょうど中間というか一番主流になってくる、ちょうどいいとこなんかもね。ドリフトはちょっとこんなもんにして、じゃあちょっとグリップいきましょうか。はい。さあじゃあストリートのグリップといえば首都高ですね。ちょっと行ってみましょう。はい。市販車レベルだったらグリップでもそんなに FFB 使わないもんね。そうですね。 FFB はDD2 を最大限使うかっていうと使わないんで、グリップになると、ペダルが重要になってくるんで、危ねえでもシビアなコントロールやっぱできますね。合成感とかってどう？踏んでもなんかきしんだりとかそういうのは一切ない？
はもうそうですね、一切ないです。前乗ってた車に近いポジションでやってるからさ、やっぱ全然楽だよね。疲れないというか、気兼ねなくできるっていう感じ。そこでやっぱプレイするっていうのが重要なところで、一番自分が乗ってたところが実車、イコール実車になると思うんで、そういうところからやっぱりリアルが始まるのかなと思いますね。そうだね。じゃあ次はですね、GT3 車両を使って DD2 の、威力を発揮してですね、FFB を高トルクでちょっとかけて運転してみます。ダメだ、シートベルトでハンドルが取れん。やっぱりね、レース車両はね、ちゃんとグローブをはめて、キャスターとかはついてるんで、コックピット自体が若干こう揺れたりっていうのはするんですけど、自分の乗ってる位置に対してステアリング位置が変わってしまったりとか、ぐにゃってこう歪んでしまったりっていうのは全くないですね。ああ、なるほどね。60だったらさ、シムキューブのアルティメットにも耐えれるぐらいの構成じゃん。でもそこ使う人ってほとんどいないじゃん、一般ユーザーだと。って考えると、もうあとは本当好みか、好みでもいいぐらいのレベルか。デザインとかもさ若干違うし、コストと、性能面を見ると、一番バランスが取れてて、確かにどっち取らずのユーザー、とりあえずどれを買っとけばいいだろうっていうユーザーは、絶対おすすめですね。そうだよね。いや難しいわ、マジで選ぶの難しいわ。うちらでも確かになんか1年ぐらい悩みそうだよね。そうですね、どっちにするってなるよぐらい難しいよね。ラインナップがすごい細かいよね。細かいですね。それこそライトユーザーのやつも1個あるけど、そこから抜けて TR80 でもその日本国内からするとハイエンドユーザーにちょっと近いレベルからスタートっていう感じだよね。TR160 と120は、結構近いレベルですよね、レベルで言ったら。で T120 と TR80 は物の長さとか、あとはペダルユニットも違うし、そうですね、ここがかなり離れてる部分っていうところもありますね。あとコックピットってそんなに変えないよね。ハンコンより変えないよね、多分。ずーっと何年も使うから T160 買っとこうって人も確かにいる。俺はそのタイプだけどね。だからそこら辺の位置づけって感じですよ。そうだね。さあ、じゃあこんな感じで TR120 のテストが終わりました。アルミフレーム、合成がもう高いというところで、ハンドル位置がずれない、シフター位置がずれない、サイド位置がずれない、ペダル位置がずれないと正確な入力ができるというところと、ドライビングポジションですね。ドライビングポジションが、今まで一番自分が触ってた実車に近いポジションにできると。だからリアルな運転ができる、リアルなシミュレーションができると、そういうところが利点なのかなと。あとはトラックレーサーの利点としてオプションパーツが非常に多い。テスト前にたくさん紹介しましたけど、ペダルをインバートにできちゃうものが選択して購入できたりとか。あれすごいよね。あれ1個でさ、フォーミュラータイプもインバートもできるわけじゃん。そうなんです。賢い、マジで賢い。どっちかというとレースゲームというよりは、俺はシミュレーターユーザーの方の、コックピットなんかなっていうふうにすごく思うんですよ。そうだね。どっちかって言ったら完全にシミュレーション用だから、プレイステーションの人とかが、これを必要性とするハンコンって多分ないから、ほとんど。最終的に例えば今プレイステーションで、レースゲームをプレイしててハンコンも持ってますと。で最終的にはシミュレーター行ってみたいんだよなっていうユーザーは、コックピット選びだったら、コックピットって何回もほらやっぱり走行中も言ったけど買わないから、これを備えておいて
買い足しせずね、うちにはですね TR160 の、紹介した動画もありますし、今後 TR80 も、制作予定です。じゃあここら辺でプレゼント企画詳細どうですか？いっちゃいましょうか。そうですね。この動画出てる時には、はい、この動画の告知をツイッターでしてるんで、そこにリップ、いわゆるコメントですね、とリツイートを必ずしてもらいましょうか。広めてもらうっていう意味でコメントをそのうちのね、告知したコメントにどんどん残してってもらうっていう意味で TR120 が欲しい、でコメントしてもらって、リツイートしてもらった人が抽選対象にしましょうか。はい、で期間はそうだな、1週間、来週の金曜日の、8時までにしましょうか。でわかりました。9時ぐらいから10時ぐらいに、当選者発表にしましょうか。了解です。じゃあ見てますよ。そうですね。翌々週の予定の動画、またちょっとレビュー動画をするんですけど、その時のレビュー動画もめちゃめちゃすごいプレゼント企画してます。もう笑っちゃうしか、もう笑っちゃう。今後もね、こういった形で定期的に少しでも紹介するだけじゃやっぱ広まらないから、ちょっとでもね皆さんにいいものを提供したいんで、こういう企画定期的にやっていきたいなと思うんで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガヤファクトリーはですね、他にも、シミュレーターでストリートの動画、リアルストリートの動画作ってるんですよ。興味ある方いたら違う動画ちょっと見てってください。はい、お願いします。 TR120 の商品ページ、動画が公開された時には、daily.io 公式オンラインショップさんの方にできてます。なんでうちの、動画の概要欄に商品 URL 貼っときますんで、詳細気になった方はぜひね見てってください。今さっきも言ったように、オプションパーツだったり、コックピット自体もちょっとこうモデルが変わったり変更っていうのが多々あったりするんですよ。なんかね、製造時期とか、そういうので結構変わっちゃったりするんで、そうですね、値段も変わったりもするんで、ちょっとデイリーショップさんの方に、ちょっと直接見に行ってもらって確認していただくか、デイリーショップさんの方にお問い合わせってことでちょっとそれお願いします。はい、お願いします。なかなかちょっと動画通りの製品っていうのがねその時なかったりするんで、そこら辺はちょっと臨機応変によろしくお願いします。T120 はフレームが分割式になってるんで、もうめちゃめちゃコンパクトです。長物がないんで、最大でもこのサイズ、だいたい60センチ、そうですね、70センチぐらいかな。それが一番大きいフレームの箱。はい、で箱から出してみると、こんな感じの構成になってると。組み立てなんですけど、めちゃめちゃ簡単なんですよ。水掘ってあります。でこの中にこういうナットを入れるんですけど、これね、ここにバネがついてるんですよね。これバネです。これがあることによって中はねスッカスカなんですよ。でもこれ落ちんから、簡単に言うとこうパーツがあって、この中にネジを締め込んでいくっていう形ですね。でこれもこういう風に固定できると感じだったり、こんな感じだったりで組み上げてって形にしていくっていう感じで、組み立ての時はこれ工具セット、これね同梱してます。作業効率上げるために、一応これラチェットがあるとすごい楽。組み立てる際のコツは一気に締めていかないってこと。いざ組み上げると結構歪んだりして、もう一回これ締め直す羽目になっちゃうんですよね。あとは組みつかなかったりとかなんで、これ全部半締めにしておくのがポイント。説明書は同梱してないんですが、オンラインマニュアルになってますんで、携帯のカメラで読み込んでもらってとオンラインで説明書が見れますんで、説明書を見ながらやってください。説明書にも書いてあるんですけど、もうこれ先入れですね。ただミスっちゃった時はこれ後入れでもできますから。やべえ、入れ忘れた、やべえ閉めちゃったからもうこっちから入らんわって時に縦にしてこういう風に回す感じですね。入れて回すと、そうするとほら入っちゃうと。
これ逆もできんかな。入れすぎちゃったよ。お、やば出てくるわ。説明書では先に入れてねっていうことなんで、一応先に入れてください。忘れちゃったらこの技が使えます。シートのフレームをつける際のちょっと注意点。こういう風につけるときって、ここにほらこれ段差あるんですよ。それがレールにこういう風に入ってね、こうずれないようになってて、すごくねこれいいんですけど、シートこういう風につけた時にこういう形になるんですよね。この切り欠きがほら止まんなくなっちゃうんですよね。なんでこれを4つだけ片方の切り欠きを潰します。まあペンチを用いてここをつまんで、ちょっと力いるかな、こんな感じ。こうすると割れます。割れます。そうするとほら見て、フラットになるんですよ。ちょっとバリが出てたらまあここ削る感じですかね。まあここをゴリゴリ削ってもらえれば。こっちもあるんですよ。でこっちも折っちゃいます。ああ折れた折れた。まあこんな感じ。まあこんな感じで、横止めしてください。このアングルにカバーつきます。ほらめちゃめちゃスタイリッシュ。コックピットにこういう足も一応付属でついてきます。まあ床を傷つけづらいかな、ずっちゃうとちょっと分かんないですけど、乗せるんだったらこれでもいいのかなっていう形。これねコックピットについてくるんですけど、ケーブルの取り付けがアルミフレームにできるクリップになってます。これをちょっとピュッと回すとこれ固定されるんですよ。乗せてインシュロックタイラップ固定すれば、これでケーブルの固定もアルミフレームでできるようになると。